はい、どうもです。今回はですね、454141紹介していきたいと思います。前回ですね、451紹介したんですけど、あれはあれで、スリーセンターと2枚の関係ですごい点を取りやすい、攻撃重視に見えつつ、守備もできるっていうカスタムだったんですけど、今回はもうちょっと守備に振りつつ、また新たな攻撃パターンとしてできたので、その辺も含めて紹介できたなと思っております。先日見ていきたいと思います。451ですね。4141ですね。まず考え方は一緒で、ビルドアップスタイルはカウンターとなっております。やっぱり、1枚しか前線に残ってないというところもあって、2列目からガンガン後ろから抜けてほしいというところと、守備の強度を、プレスを早くしたいというところもあって、カウンターと積極的にして、この2つのコンビが、前回の441、451か、451でも紹介したように、前にはめに行ってくれるっていう印象があるので、特にこの2つにして、守備の強度を上げるっていうところをやっています。守備のスタイル的に結構引いて、あんまりプレスをいかないっていう方はあまり合わない可能性があるんで、その時はカウンターをショートパスにしたりとか、守備的アプローチを高いにしたらいいのかなと思います。はい。で、選手の役割なんですけど、キーパーはゴールキーパー、ディフェンダーはディフェンスになっております。両サイドサイドバックバランスで、これは前回の451と一緒で、両サイドハーフが内に入った時の縦へのスペースに入ってほしいというところと、これがですね、ディフェンスに設定した時にどうしても内側に入るんで、上げたタイミング次第ではちょっと打ちすぎて、もうちょっとサイドにいてほしいなって時があるんで、この形にしております。ただデメリットとしてはやっぱり、サイドバックディフェンスよりかは高い位置を取るんで、ロストした時のカウンターの位置っていうところは気をつけないといけないかなってところで、そこが合わない、もうちょっと守備的にいってほしいっていう方はサイドバックディフェンスでいいんじゃないかなと思っております。で、両サイドですね、インサイドバランスで、これに関してはインサイドバランスでいいのかなっていうのはあるんですけど、これも前回同様でですね、ウィンガーで両サイド晴らして真ん中3枚もう少し活かすっていうのもありかなと思います。インサイドで今のところ不満なかったんで、インサイドでやってるって感じです。ここに関しては両サイドやっぱり縦、個人で打開できる選手であったりとか、パスできる選手、あとフィネスも狙ったりとか、その辺含めてですね、できる選手、できるだけパスとシュート両方できたら一番いいんですけど、どっちかに特化してるっていうのもありかなと思います。で、真ん中ですね、ここが大きく違ってきます。真ん中がボランチで、やっぱりこの1枚置いてるだけでカウンター対策にはなるなと思いました。でもやっぱり41212が前回451で相性悪いということで、ここ1枚残りますし、やっぱり4213が多い中で、その1を掴むっていうところは結構重要にはなってくるんで、ここに1枚残ってるだけで本当止めれるなっていうところと、攻撃面でも非常に良くてですね、451ってどうしてもみんな前に行ってしまって、ここの1枚浮くってことがあんまりなかったりするんですけど、このボランチにすることによってここが浮くんで、下げた時の縦入れやすいってところですね。空いたところを入れやすいってところは作りやすかったなっていう印象があるんで、ここに関しては守備もできつつ、できれば的確プラスが欲しいなと思います。的確プラスあるだけで、攻撃パターン本当に増えるんで、ここは新たな攻撃としてはスタイルはいいのと、守備も安定するかなという印象はあります。で、ボックスは前回同様に、ここはもう攻守ともにいいタイミングで前行ってくれるし、下がってほしいときは下がってくれるってところで、入れてるって感じですね。片側は攻めタイプ入れていいかなと思ってて、何でも屋も来てると思うんですけど、何でも屋で、攻め的な選手、例えば、坂とか、あの辺を CM にしてしまって、ここに置くっていうのも一つありかなと思います。攻撃的ですね。タリスとかも、これ、すごい攻撃タイプの選手にはなるんで、その辺で、2列目で点取れる選手を置くっていう感じになっております。で、トップが、やっぱり鋭いパスであったりとか、個人技で打開できる選手ってことで、ピナー置いてますけど、ここはゴリゴリのアンディであったりとか、R9、もちろんそうですけど、あとはエボで94のスワレスであったりとか、もうその辺置ければもう最高かなと思います。ザ・ストライカーっていうのも置くのも、やっぱりワントップの強みではあるんで、この辺の2列目の動きをおとりにして、前で打開するっていうのもできるんで、こちらの選手、に関しては、ピナーだとちょっと時間かけながら攻めるみたいな感じなとこもあるんで、その辺は好みでいいんではないかなと思います。はい。ということでですね、今回この451
1に続いて4141。まあ非常にですね、4213とかやっぱ433って個人的にもやっぱ守備めちゃくちゃ難しいなと思ってて、まあ、特に最近ディフェンス棒立ちとか多少起きたりとか、まあチープで入れてないと本当になかなか選手が思うように動かないっていうシーンが多々あるんで、まあそうなった時にできるだけやっぱ枚数いた方がボード取れるなっていう印象があって、まあ451とか4141っていうところで、まあ、攻撃の厚みの違いも出したかったっていうところもあって、まあ、4411とやっぱりまた違ったりとかするんで、442とか。まあ、そういった面で言うと、こういう、あまり使われてないカスタムを使うのも非常に相手に効果的なんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい、この後ですね、試合ハイライトシーンの出してますので、よければ最後まで見ていただいて、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ここで、させるのでかいな。もうサイドからで、もう開くの待って、開いたから縦入れてシュートやもんね。この距離感あるんで、サイドバック上げてもフリーになりやすいよな。ここ出して、ここキックフェイント、キックフェイントで中で。ここもトリガーなんでアビリー上げて、当てて、もうここも一発トリガーランかけて、トリガーランですね。でも結局サイドに逃げて、アビリー真ん中いるから下げて上げて、これも縦一発入れて、ドフリーでシュート。これはラッキーやった。横繋いで、これ失いそうになったけど、もう一回取って、で、トリガーランで裏。で、体で勝って。これちょっと、これもトリガーランでフリット上げて、で、ここでため作って抜かして、見事に外してカットしてゴール。で、結局これフリットのとこがやっぱ大事っすね。これ一回トリガーランかけてやめて、もう一回トリガーランかけて走らして。この形やっぱ裏抜けやすいんで、決めれたら一番良かったけど一発で。知ってますので、こちらの方最後紹介していきたいなと思っております。まあ、転売情報ですね。まあ、こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、まあ、狙い価格であったりとか、まあ、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、まあ、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、まあ、金額書いてるって感じですね。はい。で、まあ、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、まあ、次に、まあ、低リスクですね。まあ、こちらに関しては、まあ、TOTW とか、まあ、他のこの辺とかですね。まあ、これに関しては、まあ、27,000とかで、今11,000とかだったやつが、まあ、27,000。まあ、これ、確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。まあ、この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、まあ、書いてたんですけど、まあ、確約今回来たんで、めちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。まあ、金転売とかは、まあ、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。まあ、最近あんまり金はないかなって感じですね。ロードもこんな感じになっております。はい。で、まあ、あとは、成功案件で、まあ、自分が成功した案件とか、まあ、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。
はい。まあ、全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、まあ、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、まあ、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。まあ、この辺の情報も、まあ、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、まあ、あとはですね、まあ、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、まあ、プレイ相談っていうのも別でやってまして、まあ、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、まあ、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、まあ、おすすめ選手であったりとかですね。まあ、この辺は、まあ、自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。まあ、動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、まあ、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っているときはあるって感じになります。はい。でですね、まあ、こういう感じなのを今、ずっとまあやってまして、まあ、興味ある方はですね、まあ、概要欄に詳細書いております。まあ、YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、まあ、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、また。